これがね、もう最高なんですよね。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、Galaxy S25 Ultra。こちらの実機、サムスンから今回借りていて、1日使ってみたので、実際に使用感はどうなのか、公式サイト見ながらチェックしていきます。やっていきましょう。そしたらまずは公式サイトを見ていきましょう。今回 Galaxy S25 シリーズと Galaxy Ring が発表されました。今回の特徴に関しては Galaxy AI とか、あとは AI を使った映像エンジンが新しく追加されて、画質が綺麗になりましたよってやつと、あとは今回 Snapdragon 8 Elite っていう最新の SoC を搭載してるのでゲーム性能とかスペックかなり高くなってて、あとバッテリー持ちも強化されてるっていう感じですね。で、今回こんな感じでデザイン刷新されました。こちらが実機なんですけども、今まではここの側面っていうのがちょっと丸まってる感じだったんですけども、今回フラットデザイン、角張った感じのデザインになりました。個人的には今回の S25 シリーズの方がかなりスタイリッシュなデザインになってると思います。よかったらね、どっちの方が好きだったのかコメントで教えてください。僕はこっちの方が好きです。で、今回しっかりと S ペンも内蔵しています。で、カラバリに関しては今回めちゃめちゃ多くて、今回使ってるのがこちら、チタニウムシルバーブルーですね。写真とほぼほぼ一緒の色味。で、あとはチタニウムブラック、チタニウムグレー、チタニウムホワイトシルバー、チタニウムジェットブラック。これはサムスンのオンラインストア限定です。で、チタニウムジェードグリーンにチタニウムピンクゴールドの合計7色になってます。無印並みのカラーバリエーションっていうのが今回追加されてるので、ウルトラ欲しかったんだけど、カラバリがちょっとなーって思ってる方にとってもかなり嬉しいポイントになってます。で、今回ね、僕、特にね、この S25 ウルトラ買うつもりはなかったんですけども、ちょっとね、今日1日使ってみたら思いのほか良かったので、ちょっとね、このチタニウムホワイトシルバーで買おうかなと思ってます。ちょっと悩み中ですね。このホワイトモデルがあるのも結構嬉しいポイントですね。で、あと今回素材に関してはチタニウムフレームを採用。なので結構強度も丈夫だし、ガラスに関してはコーニングゴリラアーマー2を採用。前回の Galaxy S24 Ultra の時もそうだったんですけども、反射がかなり抑えられてて、傷とかにも強くなってるので、フィルムを貼らなくても使えるんじゃないかっていうぐらいになってます。ちなみに iPhone との反射比較ですね。こっちが iPhone。窓の柱っていうのかなの部分をこう反射させてるんですけども、ギャラクシーはね、本当に反射が少ないのがかなりわかると思います。このガラス搭載してるの多分ギャラクシーしかないので、これもね、ギャラクシーを選ぶメリットになってると思います。そして防水防塵機能。これは最近のスマホだと普通についてるかなっていう感じですね。続いて Galaxy AI。今回ね、AI も結構強化されてて、これ Now っていうことで、今の状態とかをしっかり見ることができます。タイマー、音楽、あとはワークアウトとか一括で見れるし、あとは今日の天気とか、あと予定とか押すことによってすぐに見ることができるっていう機能もありました。これちょっとね、まだちゃんと使えてないので、これは後日レビューしたいと思ってます。で、あとは電源ボタンを長押しすることによって、ジェミニを起動して、ここでいろんなことを聞いたりすることもできます。で、あとはジェミニライブとか、会話しながらアシスタントをしてくれるやつとかもありますね。この辺の AI 機能に関しては、今後ちょっとしばらく使ってみないとわかんないので、今回はパスで。で、囲って検索は健在で、今回サウンドスタジオ、動画の中の音声をこんな感じで、ボイスとか背景音とか、そういった感じで分離してくれて、好きなところの音量を調整できるっていう感じですね。今回最新 AI のプロビジュアルエンジン、次世代プロビジュアルエンジンがパワフルなプロセッサーでさらに強力に、今回の Galaxy に関しては超広角カメラは1200万画素から5000万画素になったんですけども、他のカメラっていうのは特に変わってないです。ただ、このプロビジュアルエンジンっていうチップが新しくなったことによって動画とかの画質っていうのも上がってます。で、カメラの一覧はこんな感じですね。インカメは1200万画素で、超広角は1200万画素から5000万画素にアップ。で、広角は2億画素で、3倍望遠は1000万画素で、5倍望遠が5000万画素になってます。こちら5倍ズームなんですけども、この5000万画素の真ん中を切り抜くことによって、光学相当と同じ画質で10倍ズームができるようになってます。24ウルトラからこの仕様になったんですけども、結構ね、5倍でも10倍でも高画質で撮れるので、かなり使いやすくなってます。こちらプロビジュアルエンジンによって、このナイトグラフィービデオ、こんな感じでノイズを少なく夜でも撮影できるってやつですね。まだね、これ夜景とか撮影してないので、ちょっとわかんないんですけども、この後撮ってたらこんな感じで載せておきます。10ビット HDR でより美しい映像。広角も望遠も超広角まで細部まで繊細な写り。これが超広角で普通に撮った写真。そして、超広角にはマクロがついてるので、マクロで寄るとこんな感じでかなり繊細な写真を撮ることができます。で、これは超広角、広角、望遠と。で、ちょっとね、これ iPhone との比較になっちゃうんですけど、今回のね、この Galaxy S25 Ultra
のカメラめちゃめちゃいいです。何がいいのかというと、まずこちらね、これ iPhone 16 Pro なんですけども、こちらも5倍レンズついてます。ただね、この5倍レンズ全然寄れないんですよね。例えば今カメラで撮影してるんですけども、5倍ズームにするとカメラ切り替わんないで広角カメラのデジタルズームになっちゃうんですよね。なんですけども Galaxy S25 Ultra で5倍も使えます。で、5倍が使えるっていうことは画質劣化なしで10倍ズームができるので、10倍でもズームできるっていう、これがねもう最高なんですよね。これ実際使ってみた感じ、3倍はちょっと正直そこまで良くはないんですけど、5倍がねもうかなり寄れて、でしかも真ん中をクロップする10倍ズームが使えるので、これがね超便利すぎて、なんでカメラ性能今までねこの iPhone の方がいいなと思ってたんですけども、ちょっとね今回の25 Ultra に関しては画質も綺麗だし汎用性が高いっていうか、しっかりと望遠レンズを使えるので、ここがねかなり嬉しいなと思いました。 S24 Ultra も使ってたんですけども、なんかねこんなに寄れるっていう感じなかったので、ちょっとうろ覚えなんであくまで参考程度にしてほしいんですけど、寄れるようになってる気がしますという感じで、今回のね25 Ultra カメラはかなり気に入ってます。あとスペースズームは100倍ズームですね。こちらは前のやつと一緒ですね。特に画質が良くなってるとかっていうのはあんまり感じなかったかな。で、ロー撮影もできるし、ログ撮影、そう今までね僕ねなんだかんだメインスマホはこの iPhone にしてたんですよね。なんでこの iPhone をメイン機種にしてたかっていうと、やっぱりログ撮影、スマホで撮った映像ってシャープネスをバキバキにかけたスマホならではの絵になりがちなんですけども、この iPhone のログ撮影を使うことによって一眼ライクな柔らかさのあるふんわりとした映像に仕上がってて、で僕の普段の YouTube の映像すべてスマホで撮ってるので、この iPhone どっちにしろ使わないといけないので iPhone をメインにサブは Galaxy みたいな感じで使ってたんですけども、今回ねこの iPhone じゃなくて Galaxy S25 Ultra、 これログ撮影ができるようになって、さっきねちょろっと試してみたんですけど、結構写り自体も良くて倍率もね10倍までいけるし、このログ撮影ができることによって今回ねこの S25 Ultra 本当に YouTube 撮影から何から何までするメイン機になるかもしれないっていう感じで、ちょっとねこの S25 Ultra かなり期待してます。あと僕この Apple Watch も使ってるんですけども、正直ねこの通知見たりするっていうのはほぼほぼ使ってなくて、筋トレ中のワークアウトとか睡眠トラッキングの2つがメインなんですけども、今回 Galaxy Ring が出たことによってそっちにしちゃえばねバッテリーも7日ぐらい持つ、だから3倍以上持つし、で指にはめるだけだからめっちゃ手についてる感じもないし、この Galaxy 25 Ultra と Galaxy Ring の組み合わせめっちゃいいんじゃねと思って、ちょっとねこれは楽しみですね。 Galaxy Ring に関してもちょっと貸し出ししてもらえるみたいなんで、ちょっとその辺もね、またレビューしていきたいと思ってます。ただねちょっとエアドロが使えないところだけネックなんですけども、とりあえずねこの Galaxy をメインにしていきたいと今のところ思ってます。で今回チップですね、スナップドラゴン8 Elite 4 Galaxy を搭載しています。でこちらね結構スペックが上がってて、前回のモデルと比べて CPU は 37%、 GPU は 30%、 NPU は 40% も高速化しています。でこの 30% とかって結構でかいですよね。なんか iPhone とかって確か 20% 高速化しましたみたいな、そういうのが多いので、この30から 40% っていうのは結構進化の範囲っていうのはでかいと思います。特にね性能が上がることによって、例えばスナップドラゴン8 Gen 3で 100% スペックを使い切らないと表示できないゲームとかっていうのは、この8 Elite の 70% の性能で良くなるので、発熱とかも抑えられたり、そんな感じになると思うので、この辺もね結構嬉しいポイントですね。あと消費電力とかも結構減ってるかもしれません。であとはプロスケーラーで高度な AI アルゴリズムを使用した処理で解像度を高め、ディスプレイ設定を調整することなく高解像度での視聴体験。今回ねこのアップスケールのせいかわかんないんですけど、画質がねかなり良くなってましたね。この Galaxy の設定の中にあるディスプレイ、標準だとこのフル HD プラスになってるんですけども、今回この QHD プラスに変えて使ってるんですけども、画質がめちゃめちゃ綺麗で、それこそね解像度に関しては iPhone よりも高くなってると思うので、 4K 映像とかをね見るときとかかなり画質よく感じますね。このプロスケーラーはまた別のことなのかな。あと効率化した長持ちバッテリー、最長の動画視聴時間31時間。これは前モデルと比べると、前モデルが30時間だったので31時間、1時間アップって感じですね。ストレージは最大1テラで前と同じ。今回 One UI7 になりました。もしかしたらこの Nowbar とかそういったものは24とかのアップデートでも使えるのかもしれないですね。
一応ね、25 Ultra と24 Ultra、これも比較していきましょう。とにかくね、このカラバリの多さっていうのがかなりびっくりよね。今まではね、このホワイトとかなくて、これだっていう色がなかったんですけど、今回このホワイトめっちゃ良さそうだから、これ欲しいです。で、そして今まではね、このリング、カメラ部分のリングっていうのが、そのカラーによって違った、iPhone みたいな感じだったんですけども、今回25 Ultra は、フォールド6みたいな感じで、すべて黒いバッグになってますね。これ結構ね、スタイリッシュで、個人的には気に入ってますね。そうそうね、今回ね、24 Ultra と比べて結構変わったポイントがありまして、まずディスプレイ、今まで 6.8 インチだったんですけども、今回 6.9 インチになってます。あと、薄さに関しても、ちょっと薄くなってますね。あとは 14g の軽量化。あとはこのシームレスアクションズアクロスアップスっていう、なんか AI って今まで1個のアプリから読み出して応答するとか、そんな感じだったと思うんですけども、今回のこの Galaxy AI に関しては、複数のアプリをなんて言うんだろう、シームレスに接続できるみたいな感じかな。2つのアプリを、同時に使って、ブラウザから情報を読み出して、カレンダーに追加するみたいな、なんかそんなことができるみたいな感じだった気がします。で、カメラは画素数が上がって、バッテリーは1時間アップ、プロセッサーは 8Gen3 から8エリートになって、重さが 218g。この 15g は結構差があります。で、薄さに関しては 8.6mm から 8.2mm、0.4mm ですね。この辺はそこまで違いは感じないかな。ちょっと薄くなったかなレベル。ピーク起動、画面の明るさに関しては一緒ですね。変わったところとしてはそんな感じですかね。めっちゃ劇的に変わったかって言われるとそんなことはないんですけども、結構順当進化してる感じではありますね。という感じで今回 Galaxy S25 Ultra のスペック見てみたんですけども、いかがでしたでしょうか。アンツツのベンチマーク測ってみた結果は230万2198でした。とにかくログ撮影、そしてカメラの撮影倍率、あとはチップのスペックアップとかバッテリーの持ちっていうのがでかいと思います。あとデザインもかなり変わってスタイリッシュになったので、個人的にはね、今回のモデルかなりいい感じになってると思います。あとね、このウルトラシリーズに関しては 45W での充電に対応してるので、そういった充電が早いっていうのも結構嬉しいポイントになってますね。という感じでね、ギャラクシー製品、リングとかもそうだし、しばらく使える機会があるので、気になることがあればぜひコメント欄で書いてみてください。しばらくこちらの S25 Ultra 使ってみて、多分買うと思います。iPhone から乗り換える日も近いかも。ということで、以上、バイバイ。